今期エクです。今回のテーマは、近々明らかになる結果です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。近々明らかになる結果というのは、あなた自身がもしかしたら焦ってしまうことがあるかもしれない。だけれども、それは急いでやる必要はないっていうことですね。そういったことがだんだんと分かっていくっていうことになっていきます。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。カップの2の正位置です。人間関係が良好な時期ということで、意見の一致などで仲を深めやすかったということですね。過去の段階ではですね、人との関係が良かったということなので、その点で言えばですね、いろいろと自分の生活っていうのもですね、人と仲良くやっていけることで充実してらっしゃったのかなと思いますね。で、ご自分と意見も合うような人が周りに多かったっていうことなので、心強いですよね。自分と共に同じ意見を交わせるので、それだけでもですね、その人とはですね、うまくやっていたっていうことですね。では現在ですね。こちらがカップの7の逆位置ですね。現実的な選択ができる時です。つまり、そこからは決断の時っていうことになりますね。あなた自身がいろいろと今の自分の中にどれぐらいのことができるのかっていうのが分かってらっしゃるっていうことですね。その中で何をこれからするべきかっていうのが決断ができるっていうことですね。ただ決断の時っていうことは、あなた自身が決断する必要があるっていうよりは、もしかしたら勝手に決断をしなければいけないところに行くっていう可能性も高いですね。自然と何かしら決断して動いていくっていうことになるのだと思いますね。ではその現在のあなた自身の状況がどういったことになるのかっていうのがですね、あなたの状況が魔術師の逆位置ですね。悩みながら進んでいたものは立ち止まって考え直すべき時っていうことなので、今の段階であなた自身がしっかりと選択ができるっていう風になっておりましたので、今まで悩んでいたこと、大丈夫かなって思いながら進んでいたことっていうのを立ち止まって、改めて今現在考え直して、そこからどういった選択をしていくかっていうのを自分自身で導き出すといいのかなと思いますね。そういった面でも決断がしやすいっていうことなので、悩んでたことも解決していくと思いますね。では未来ですね。こちらがどうなるか。ソードの8の逆位置ですね。これがですね、焦りばかりが募ってしまう展開になりやすいと。助けがなかなか得られないということなので、そうなってくるとあなた自身も困ることが出てくると思いますね。でもこの焦りっていうのが、あなた自身がいろいろとやれてるけれども、何か手応えを感じないとか、そういったところがあるのかなと思うので、それをですね、今すぐというかその未来の段階ですぐ結果を出す必要がないっていうことなのかもしれないですね。焦らなくてもいいことだと思いますね。で、やっぱり人から助けが得られない時期っていうのもあるので、それをですね、一人で頑張りすぎてしまうと疲れてしまうので、そうなるよりは、自分自身が人から助けを得られる時になってから進んだ方がいいのかなと思いますね。せっかくですね、現在の段階でいろいろと決断してしっかりとですね、進めるようになっていくので、それを未来でですね、
また、これダメだったなっていう風になってしまうよりは、今はまだこの時ではないんだなと、解決する時ではないとかですね、結果を出すべき時ではないんだなっていう風に思っていただいて、その焦りっていうのを少しずつ解消していけばですね、あなた自身もっともっと進みやすくなっていくのかなと思いますね。必ずですね、この未来があなたが焦ってばかりいる状況になるっていうことではないと思いますので、そうならないために今現在こうやってお話しさせていただいてるっていうのがありますから、そこで未来の段階ではですね、ちょっとのんびり進むかっていう風に、もっとおおらかな気持ちでいていいと思います。それでやっていくと、ご自分自身も気が楽なんだと思いますね。ではその未来で周囲の人ですね。未来で周囲の人がどうなっているのかっていうのが、ワンドのクイーンの逆位置っていうことで、あなたのことを考えないで動く人っていうのがいらっしゃる。そうですね。こういった方がいらっしゃるっていうことなので、それはやっぱり助けもなかなか得にくい部分ではありますよね。この人自身はあなたのことを考えないで動くっていうことなので、だったらあなた自身もですね、この人のことを考えずに動くのでいいと思います。向こうが動かないのに、なんであなたが動かないといけないのかっていうところありますからね。そういう自分勝手な人のことまで気にしなくていいと思いますね。それだったら、今後ですね、あなたの助けになってくれるような人、そういった人たちとしっかりとご縁を結んでいただくっていうのがいいと思います。過去でですね、あなた自身はとても人脈にですね、恵まれていたっていうところがございますので、これからもですね、いくらでも続いていく人間関係っていうのはあるはずです。そのいい人間関係を築いていくために振り回すようなタイプの人のことは気にせずですね、あなたと良い関係を築いてくださる人としっかりと仲良くしていってほしいなと思いますね。では最終結果ですね。こちらはソードの6の逆位置ですね。心が波立つようなことが起こります。逃げても何も変わらないことだから、覚悟を決めて立ち向かうことが大事という風になってますね。ちょっとざわざわしてしまうような気持ちにはなるんですけれども、それで逃げてしまうと、もっとあなた自身のその嫌だなとか辛いなって思うことが長引いてしまうかもしれない。逃げないで立ち向かうことが最終的にはですね、最適解になるっていうことですね。荒れ狂う波の方をですね、しっかりと向いて、その波に流されないように足を踏ん張ってですね、立っていく。なかなか厳しいように見えるかもしれないんですけれども、そうですね。私の占いだと結構逃げる必要があるときはしっかり逃げてくださいとは伝えます。できればね、ずっと辛いことが起こるよりは、そこから逃げて新たな環境に行って、そこで楽になるならその方がいいですからね。だけど今回に関しては、逃げてもやっぱり何かついてくるっていう感じがあるんでしょうね。あなたのその困難みたいなものがですね、ずっとついて回ってしまう。やっぱり逃げずに立ち向かうっていう、覚悟ですね。そういった強い気持ちを持つことが大事ですね。怖いと思います、それは。なかなかね、そういう逃げずに立ち向かうって本当に勇気のいることだと思うので、それをですね、あまり私も無理をさせてしまうっていうのは、好ましい方ではないのでですね、そこを言うのもちょっと心苦しい部分もあるんですけれども、ただ、このまま逃げてしまうと、結局、いずれですね、もっともっと大きな波が押し寄せてくる可能性があるっていうことなので、そうならないためにも、最終的な部分ではですね、あなた自身が少しでもですね、その波ですね、嫌なことに、立ち向かう。例えばその間にですね、先ほど言ったような良い人間関係をまた築いていってですね、それで助けてもらえる人っていうのが、助けてくれる人っていうのが増えてる可能性もある。そういった人たちと協力しながら立ち向かうっていう方法もありますからね。一人で立ち向かいなさいっていうことではないと思います。自分のやれるやり方で立ち向かうっていう風にしていっていいと思います。
怖かったら人に頼ったり、何かに頼ったり、そういったことでいいと思いますね。そういう風に動いてみてください。では、助言ですね。ソードのページの正位置です。弱さも含めて自分を理解することが必要ですね。いろいろと悩みながら動いてきた部分っていうのがたくさんあると思うんですけれども、まずはご自分の弱さも含めて、そこをですね、見えないふりをするっていうのはやめましょうっていうことですね。自分の弱いところですね、そういったところを見つめるのって、そこも勇気がいると思うんですけれども、そういったところも見つめる。そして自分を理解することで、またどうやったら自分にとってより良い方向で動けるのかっていうことがですね、考えられるようになっていくと思いますので、まずは自己分析っていう方法をですね、取ってみるの大事かもしれませんね。そういったことで自分がどういった人間なのかっていうことがわかる。その分かったことで自分とその周りの人たちとどういうふうに交流していくべきか、未来ではどう動くべきかっていうのの解決策がですね、見つかりやすいと思います。ですね。なので自己分析もしてみてくださいね。では、オラクルカードですね。1枚目は勇気です。自分がどこから来たのか、どれだけ遠くまで来たのかを忘れないよう、過去や未来に目を配り、まだやりたいことや達成したいことを考えましょう。過去の起こったことも、今から起こることも、いろんなことに目を配るっていうのはやっぱり大事っていうことですね。そしてあなた自身がやりたいこと、達成したいこと、そういった目標みたいなものをしっかりと見つけて、そこに進んでいくっていうのもですね、一つの勇気の出し方っていうところですね。逃げないというふうにお伝えしましたけれども、それが助言にもあるような自己分析。この勇気に関してもそういったところかなと思いますので、自己分析をして自分の弱さと向き合うこと、そういったところでまた逃げずに立ち向かう力、勇気っていうのもできていくのだと思いますね。それではオラクルカードの2枚目ですね。あなたは世話をするに値すると。ちょっとこれは上から目線のように見えますけれども、カードさんからのメッセージっていうことなので、どうしてもこういう感じになるのかなと思うんですけれども、あなたはとても魅力的な方、いろんな人にケアをされたりですね、世話っていうのはケアですね、してもらえるような方っていうことですね。協力もしてもらえるし、助けてもらうこともできる。いろんなアドバイスをもらうこともできる。だから、一人で戦う必要はないんですよっていうことですね。未来においては、助けがなかなか得られないとは言いましたけれども、そこからですね、ずっと変わらないのかといったらそんなことはないんですよね。あなた自身はとてもですね、今まで人に恵まれてるような環境にもありました。だから、ちゃんと人とのですね、関係性っていうのを深めることができますからこそ、あなたはちゃんと世話をするに値するっていうことですね。そして3枚目、オラクルカードの3枚目が薬、ポーションですね。自分自身を愛する練習を忘れないでください。これもそうですね。一つの自己分析をした上で自分自身を愛する練習、忘れないでほしいですね。あなた自身がどういった人、弱さ、強さ、いろんなもの、何もない状況のあなた自身、ですね。そういった部分すべてを愛する練習っていうのはすごく大事です。人から愛されることも大事なんですけれども、やはり自分が自分を愛さないとですね、そこからなかなかですね、強さっていうのは手に入らないですよね。自分を愛することがまず自分の強さっていうのになっていくっていうことですね。それを練習していってほしいです。では、ルノルマンカードですね。人です。まず目の前のことを優先しましょう。頼れない人もいますが、解決の鍵となる人も必ずいます。これも先ほどのそのタロットカードと被る部分ではございますけれども、周囲の人でですね、あなたのことを考えないような人もいました。だけれども、その反対に解決の鍵となる人も必ずいます。協力してくれる人もいます。それを忘れないでくださいね。そうですね。今回分かってきた結果っていうのはですね、
決してあなたにとって順風満帆と言える結果ではないかもしれません。だけれども、それを困難を打ち破る力っていうのはあなた自身にしっかりあります。で、これからですね、未来はいくらでも変えることができます。今段階でこういった未来なんだ、最終結果なんだっていうのが分かったっていうことは、その上で対応が今からできるっていうことなので、それでですね、落ち込む必要はないんです。あなた自身の力の方が大きいので、今からいくらでも良い方向に変えていきます。対処をしっかりしていけば、あなた自身の未来っていうのはもっともっとより良いものになっていきます。なので、これからですね、あなた自身が悩むことがあったとしてもですね、自分自身をまずは愛して勇気を持つこと。そして、助けてくれない人はもう知らないと。相手にしないと。で、あなたのことを助けてくれる人。アドバイスをくれる人。必ず近くにいらっしゃるので、そういった方に頼ってみてください。他にもいろんな方法あると思います。例えば、インターネットでも結構ガセがあったりするので、その辺は気をつけないといけないですけれども、その中でもやっぱり親身になって回答してくださる方もいらっしゃったりする。そういうのに頼ってもいい。匿名のものとかですね。そういったものに頼るのもいいですし、公的機関の相談所とかにですね、相談するのもいいです。いろんな方法があります。あなたの悩みによってですね、数々の解決方法っていうのはあるはずなので、まずはですね、そういったところをですね、いろいろと探ってみてください。それではですね、よろしければこちらの方を参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の結果です。B の方の近々わかる結果ですね。こちらがですね、あなたにとっては何か新たな始まりが起こるようですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去です。ペンタクルの6の逆位置。この時期がですね、不平等や不公平な状況に置かれていた時っていうことで、とても苦しい思い出なのではないかなと思いますね。ご自分のやれることっていうのがですね、やりにくい、とにかく理不尽な扱いを受けていたっていうことですよね。いろんなことでですね、何かしら本来であれば発揮できる力っていうのが害圧だとかですね。どちらかというとやっぱり環境とかそういったことですよね。人だとかですね。実際ですね、そうやって平等にいろいろと物事があるっていうのは当たり前なんですけれども、それをですね、人の社会にいるとですね、あえて自分よりもですね、弱い人間を作ろうとかですね、そういうふうに不公平な思いをさせるような人たちがいるっていうことですね。そうなってくると、自分自身も自信がなくなりますし、ずっと辛いっていう気持ちが続きますよね。その点では本当に過去っていうのは過酷な部分が多かったと思いますね。これがですね、今からはどうなっていくかっていうのを見ていきましょうね。過去は過去として、やはり忘れられない傷になってらっしゃるのではないかと思うんですけれども、今からを見ていきましょう。まずですね。では、現在ですね。こちらが力の正位置ですね。ピンチをチャンスに変えられるとき。よかったです。過去のいろいろと起こっていた出来事っていうのもですね、ちゃんとですね、チャンスに変えられるようになっていく。力の正位置なので、あなた自身の力が取り戻されていくっていうことですね。そして前向きに努力もできる時っていうことなので、随分とですね、環境が変化してらっしゃるのではないかなと思いますね。今までのその理不尽な状況からは少し脱しているのかなと思いますね。そういう点では、あなた自身がですね、これからは頑張っていける、進んでいけるっていう感じだと思いますね。で、実際あなた自身がどういう状況なのかも見ていきましょうね。それがあなたの状況っていうことで、カップのクイーンの逆位置ですね。自分自身の不甲斐なさを感じている状況っていうことで、これはですね、過去のご自分のですね、いろんな出来事とかが、どうしてもこう引きずってる状況なのかなっていう部分があるんですよね。実際は、あなた自身っていうのは、もうしっかり力は戻っている。
あなたのところにいろんなチャンスが巡ってくるっていう風にはなってるんですけれども、それをですね、あなた自身は感じ取れるほどの気持ちに慣れていないっていうことでしょうね。こういうカードが出るっていうことはですね。ですが、現在のその状況から言えば、あなたはきちんとですね、進むことができる。前向きな思いで、いろいろとやり遂げることもできますので、今ですね、とても辛い過去とか思い出されてですね、傷ついてらっしゃるとは思うんですよね。それをですね、すべて消そうっていうのは無理がありますよね。もう起こってしまったことですから。だけれども、今は力があるんだと思ってですね、そっちの過去を完全に忘れることはできないけれども、現在に目を向けてそちらに集中するっていうことはできるはずなので、もしよかったらですね、そういうふうに今はあなたに力があるんだっていうふうに思っていただいて、それで動いていただくのがいいのかなと思います。あなた自身ができないっていうことはない。そういうふうになってますので、そこまでですね、自分自身を責めるようなことをしなくても大丈夫です。しっかりやっていけますので、できればですね、そういうふうに動いていってほしいですね。では未来がですね、今度、現在からどんどんいい方向に進んでいったらいいなと思うんですが、愚者の聖地ですね。新たな始まりということで、たくさんの可能性があって、そこに向かって進めるっていうことですね。こっちもですね、前向きな感じのカードになりました。これまで苦しんできたことからですね、しっかり離別することができるのかなっていう感じですね。心機一転して、自分のための未来っていうのを築けるんでしょうね。で、あなたの周りにですね、これまでなかった可能性っていうのがどんどん広がっていく。そしてそこに向かってしっかりとですね、力をもう手にしてますからね、現在の状況で。それで足をですね、進めていけるっていうことですね。で、気持ちもですね、前向きな思いっていうのが続いていきますので、これはですね、かなり希望の持てる未来になっているかなと思いますね。これまで辛い思いをされてきた分ですね、これから報われていくっていう風に考えていただいたらと思いますね。これでですね、どんどんとあなたの、愚者なので、やはり一番新人ですね。新人の中の新人って言ったらいいんですかね。そういう感じなので、あなたの人生はこれからだという感じで思っていただくといいのかもしれないですね。ここからスタートを切るんだっていうことです。では、周囲ですね。これが未来のところにかかってくる周囲の方。死神の逆位置ですね。腐れ縁の方っていうことなので、こういう腐れ縁っていうと、良い時も悪い時もあるっていう感じですよね。でも、その腐れ縁っていうことは、ある意味切っても切れない中ではあるっていうことですね。時に、悪いこともあったかもしれないですけれども、良い思い出もあるような人っていうのがいらっしゃるっていうことなので、その人と関係をこれからも深めていくか、それともですね、もっと別の人との出会いを求めていくかっていうのはあなた次第かなとは思いますね。この方が何かいい影響を与えるか悪い影響を与えるかっていうと、そういうわけではない。あくまで、いい時も悪い時も一緒にいるっていう感じの人っていう捉え方でいいのかなと思いますね。ですので、未来であなたがいろいろ始める時にも何か気づいたらいるなっていう感じの人っていうところなので、悪い影響は与えない。良い影響も与えない。っていう感じですね。腐れ縁からちょっと軽口を言い合える気やすい中ではあるかもしれませんね。そういう人を、大事にしていくかっていうのはもう本当にこれはあなたにお任せします。これはですね、別に私自身が離れた方がいいですよとかそういう感じの危険信号とかもない感じなのでですね。はい。あなたがどうするかっていうことですね、その方と。では最終結果ですね。
ソードのクイーンの正位置ですね。周囲に流されない強い意志を持って進める時っていうことで、これですね、現在未来最終結果でですね、どんどんといろんな可能性に向かって進むっていうのがですね、決定的になってますね。最終的にはあなた自身が今まではですね、自信が持てなかったりとか、いろいろと背負い込んでた部分があると思うんですけれども、そういう部分がどんどんなくなっていって、強い意志を持つことができる。ソードのクイーンですから、やはり力強いですよね。で、先陣を切って進める。人を導くぐらいの力を持てるっていうことなので、パワーアップかなりしてらっしゃるっていうところがありますね。最終結果的には、あなた自身が今までのその現在未来においての力をしっかり蓄えて、それをまた大きな力として動かして、自分自身の輝かしい未来に向かって進んでいけるっていう感じがしますね。本当にいい流れが来てますね。これからはですね、あなた自身の幸せな方向に行く結果として考えていいんじゃないかと思います。ではですね、助言の方もお話ししましょう。ペンタクルのページの正位置です。今の頑張りが未来の力になります。まさにそうですね。今のあなた自身が自分自身の不甲斐なさっていうのを感じておられるとは思うんですけれども、今頑張っておくと、それが力になり、新たな始まりを作っていき、そして最終的なあなたの進める場所っていうのが増えていくっていうことですね。これは本当に後押しとしての助言っていう形になりますので、よろしければですね、今動いてみてほしいです。頑張れることがあれば頑張っていってほしいなと思いますね。では、オラクルカードですね。オラクルカードの1枚目が父です。あなた自身を優しく温かく抱きしめてあげてください。これまで理不尽な思いをされてきたっていう部分があるので、まずですね、あなたがあなた自身をですね、大変だったね、辛かったねっていう感じで、優しく心をですね、抱きしめるような感じで過ごしていただくといいのかなと思いますね。まず自分を癒すこと。それが何より優先すべきことなんだと思いますね。それによって、自信っていうのも少しずつ回復していくと思います。あなたのことを何よりも優しく優先してあげてください。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたは今日も明日もいつでも十分です。あなた自身はですね、いろいろ外の環境とかですね、人によって苦しめられてきたと思うんですが、あなた自身はいつでも十分いろんなことをやっておられるということですね。その点もですね、もっと自信を持っていいっていうことだと思います。そしてオラクルカードの3枚目が宇宙船ですね。歌うことを恐れないでください。この歌うことっていうのは、カードさんがですね、表してるのが人魚ですよね。人魚ってやっぱり歌うことっていうのが有名な、種族って言ったらいいですね。種族の方たちなので、じゃあ人間することって何なんだろうなとは思うんですけれども、自分自身を表現すること、話すこと、自分の力を使って、これはいろいろとあると思うんですよね。自分の得意なこと、何でもいいんですけれども、自分のできることっていうのは必ずあるので、それを恐れずにですね、しっかりと表現していってください。そう、これ以上ですね、恐れることはないと思います。宇宙船、宇宙の中でですね、人魚の方たちが歌うってすごく勇気がいるような感じがしますよね。それはやっぱり人間も同じ、自分が暗闇の中にいて、その中で何か自分の表現だとか、頑張っていくこと、努力だとかですね、そういったことができるかっていうと、やっぱり怖い、最初はですね。だけど、今までお話しさせていただいた結果を見ていくと、あなたの今後っていうのはですね、より良いものになっていきますから、
まず、あなた自身が恐れないことが何より大事っていうことだと思いますね。それでは、ルノルマンガードですね。太陽です。攻めの姿勢が幸運につながります。何事も自信を持って取り組みましょう。大きな幸運は必ず巡ってきます。そうですね。ここで太陽が出てきましたね。もう、これはあなた自身の幸せっていうのは約束されてますよっていう風に解釈していただいて良いのではないかなと思います。タロットでもですね、ちゃんと伝えておりますからね。そこで、あなた自身が二の足を踏んでしまうのではなくて、もっと攻めていくぞっていう気持ちを持ってもらえたらなと思います。なかなか、恐れることもありますし、勇気がいることもあると思うんですが、一歩でも構いません。まずは足を踏み入れていきましょう。少しでもいいので動いていきましょう。そうすることでですね、あなた自身の幸運の道っていうのは続いていきますので、そうですね、過去がですね、お辛かった分ですね、いろいろと今も大丈夫かなって不安に思ってらっしゃると思うんですけれども、この結果を見ていただけば、あなた自身これからはですね、もっともっといいことが待ってますよっていうのが分かっていただいたと思いますので、これでですね、不安に思って進むのをやめるっていうことはやめてほしいなと思いますね。できれば、自分の頑張りたいことだとかですね、人と接していくことだとか、何か自分の中でやってみたいことっていうのを、できればですね、勇気を出して一歩でも構わないのでやっていってほしいと思います。私はですね、ここでもう本当に一歩の手助けっていうきっかけ作りっていうことで、こういうふうに占わせていただいているので、もしよろしければですね、こちらの方を参考にされて、今後動いてみていただければ嬉しいなと思います。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の近々明らかになる結果ですけれども、あなた自身の生活がガラッと変わる可能性が出ております。それはすごくいい方向に変わっていくっていう感じですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ペンタクルの10の正位置です。安定した状況、完成していたっていうことでですね、完成していたっていうぐらいなので、かなりですね、あなた自身にとっては順風満帆な状況だったのかなっていう感じがしますね。で、そうなってくると、あなたのいろんな出来事っていうのが、ある意味、安定はしてるので、刺激は少なかったのかもしれない。悪い方向に言えばですね。良い方向に言えば、あなた自身のその生活だとか、生きている中で平穏な状況であったっていうことですね。過去自体はとても穏やかな感じで過ごせていたのかなっていうところが感じられましたね。では、現在がどうなっているのかっていうのは、ソードの4の正位置ですね。メンテナンスや休息が必要な時、くつろぎの時間が必要かもっていうことなので、かなりお疲れでいらっしゃいますかね。メンテナンスが必要っていうことはですね、体力なのか、メンタルなのか、そのあたりをですね、かなり疲労に悩まれてらっしゃるところがあるかもしれないですね。必要っていうことなので、できればですね、休めるなら休んだ方がいいと思うんですけれども、現状ですね、なかなか休みにくいとかそういう環境もありますからね。ただ私としてはやっぱりもうかなり警告が出てる状況なのかなとは思うので、休めるならやっぱり休んでほしいですね。そして、くつろぎの時間っていうのを自分自身に与えていただければと思いますね。休息って言ってもですね、どちらかというと、自分自身のために何か頑張ることをやめるっていうのが一番いいのかなとは思うんですけどね。頑張るとか、働くとかですね。いろいろ
自分の心や体に負荷がかかっていることをやめるっていうのが一番。やめるっていうか、今段階で休むって言った方がいいですね。そういう環境にあるのであれば、しっかりですね、休んでいただきたい。そういう感じですね。じゃあ実際あなたの状況ですよね。あなたの状況は、ワンドのクイーンの逆位置で、心の余裕がないっていうことは、つまり、体っていうよりは、メンタル面の方でご不安がある感じっていう気がしますね。で、その心の余裕がない状況で無理をしてしまうと、今後爆発してしまう。自分のその暴走をしてしまうっていう心配があるので、やっぱり休んでほしいですね。これがね、私が言ってるから休めるかって言ったら、本当難しいとこではあるんですよね。もう本当に、日本の状況だと休むに休めないっていうことが多すぎるので、私もですね、このあたりどうにかならないかなとは思ってるんですけれども、倒れたふりでもいいので、もう限界ですっていう感じでですね。パフォーマンスをするのもいいのかもしれない。これだけあなた自身の中でアラートが出てるような感じなので、それをですね、このまま続けていくと本当に心配なのでですね、思いっきり大げさでも構わないので、休める状況を無理やり作るっていう風に動いてもらえたらなと思います。で、未来ですね。これがどうなっていくかっていうのがソードの9の正位置ですね。自分を責めてしまうとき、ただその中でも夜明けは近いですし、問題も解決するっていうことなので、現在に比べると、随分とですね、明るい道っていうのがですね、見えてきているのかなっていうとこがありますね。自分を責めてしまうっていうのがですね、どうしてもありますよね。自分はダメだとかですね、悩んじゃいますよね。いろいろね。だけど、それをですね、ずっと抱えてしまうとまた心にですね、負担が来てしまったり、傷ついてしまう。自分で自分を傷つけてしまうっていうことになるのは、本当に辛いので、問題解決しますっていう方をですね、見てもらえたらいいのかなと思いますね。あなたのその悩んでることだとかですね、大変な思いをされてることっていうのは、ちゃんと解決していきます。苦しい気持ちっていうのは、どうしてもですね、あるとは思うんですが、でも、ちゃんと夜明けも来ますしね、太陽が昇って、あなたに光を照らしてくれる、そういう感じでですね、思っていただければと思いますね。これからは、あなたにとっては光明ですね、が差していくっていう感じですね。では未来でですね、周囲の人がどういう感じの人がいるかっていうのが星の1位置ですね。憧れている人がいらっしゃいますかね。その人っていうのがですね、未来においてちょっと幻滅するようなことがあるかもしれないですね。憧れているっていうことは、それだけ尊敬する部分がたくさんあったと思うんですけれども、幻滅することがあるっていうことなので、あなたにとってはですね、あまり良くないことかもしれませんね。ただ、その憧れた人も、やはり人間であるというところではありますよね。素敵な部分はたくさんあるけれども、欠点もあるっていう。そこでですね、その人に対して、ある程度割り切れるかどうかっていうのは、大事かなとは思いますね。そのままですね、離れていくのも一つの方法だとは思います。その人に憧れていたけれども、憧れは憧れとしてそのまま終わらせてしまうか、それとも、これからもですね、その欠点を知って幻滅してしまったけれども、これからもですね、仲を深めていきたいとか、仲良くしていきたいとか、そういうふうに考えるのであれば、関係を続けるっていうことでもいいのかなと思いますね。タイミングが悪かったっていう可能性もありますからね。結局、星の逆位置っていうだけなので、正位置になってしまえば、またスター性のある、まさにスターなのでですね。その憧れの人っていうのは素敵な部分をまたたくさん見せてくれるっていうこともありますので、ちょうどその未来のタイミングがあなたにとってはその人との巡りが悪かったっていうことかもしれません。そこはですね、あなた自身が
その人とどうしていくかですよね。そのまま離れていくか、仲良くしていくかっていうので、軽く考えていただいてもいいのかなと思いますね。あんまりその人に対して関係をどうするかっていうのを、深刻に考えすぎてしまうと、また自分のですね、心の方に負担がかかってしまうので、その人のことはですね、軽い感じで、気持ちで、考えて、まずは自分を優先っていう方でいいと思いますね。では、最終結果ですね。こちらが死神の聖地です。突然の変化で生活がガラッと変わります。新たな始まりに向かいますっていうことでですね。未来で問題解決をしたっていうことなので、そこからまた急にですね、あなた自身の生活が変わることで、新たな始まりに迎えるっていうことになるみたいですね。生活が変わるっていうことなので、お仕事をされてる方であれば、お仕事先が変わるとかですね。もしくは、お引っ越しとかですね。そういう、実際に変わるっていう可能性もありますし、自分自身の何かしらの心持ちとかが変わっていくのかもしれないですし、自分にとっては、これからは生きやすくなっていくっていう感じで思っていただくといいのかなと思います。死神は再生のカードでもありますので、これからあなたは今までの自分自身の心の余裕がなかったところから再生していって心の回復をしていく。そして自分自身が生まれ変わるというような感じで考えていただくのがいいのかなと思いますけれども、そういう感じで自分の始まりがまたあるっていうことですね。人生一度きりとは言いますけれども、その中でもやっぱりターニングポイントっていうものがありまして、それでまた自分のいろんな変化っていうのがあると思うんですよね。そうするとやっぱり人生の中でのターニングポイントが自分にとってのまた始まり、人生1回目だけど、また人生を始めるみたいな感じで思っていただくといいんでしょうかね。そういうところが最終結果に来てるっていうところですね。では、助言です。ソードの10の聖地ですね。心機一転して生まれ変わりましょう。これはもう最終結果につながってくる部分ですね。結局、生活とか新たな始まりに向かうっていう結果になってるので、あなた自身が心機一転して生まれ変わりましょうっていう気持ちを持った方が、よりですね、新たな場所に行くときにですね、切り替えがしやすいのかなっていう感じですね。自分の気持ちをずっと前の環境だとか、前の自分の気持ちとかにですね、ずっと持っていかれてしまうと、それが新たな始まりがせっかくあっても、しっかりとその新しい場所に踏み出せないっていうところがあると思うので、それはですね、生まれ変わった気持ちで進んでいきましょうというところですね。それではオラクルカードですね。悪魔です。悪魔はいつもどこかに潜んでいます。これは誘惑っていうところに近いのかなと思いますね。自分の中の誘惑だとかですね、悪い気持ちっていうのはどこかに潜んでいる。それは自分自身だけではなくて、他の人とかですね、大きなことを言ってしまえば社会とかでもそうですね。そういったところにも誘惑だとか、悪い部分っていうのは潜んでいますので、そこにですね、負けてしまわないようにっていう感じですかね。あなた自身がその誘惑に負けていろいろとですね、身を持ち崩してしまうっていうことにならないように気を張るとまでは言いませんけれども、悪魔ってどこにでもいるのっていう、抽象的な感じにはなっておりますけれども、誘惑だとか悪の気持ちとかですね、そういったところはやっぱりどこにでも潜んでいるんだっていうふうにですね、時に気を引き締めるために思っていただくのがいいかなと思います。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたは良い調子で続けてくださいとなっておりますね。これからはですね、あなた自身はどんどんいい調子になっていきますので、そのままのですね、あなた自身で続けていっていいですよっていう後押しカードになりますね。そしてオラクルカードの3枚目ですね。こちらが帰宅です。
あなた自身とデートに出ましょうという風になってますね。あなた自身が、自分自身を大事にしましょうっていうことの一つの言い換えではあるのかなと思います。自分をもっともっと甘やかしていきましょうっていうことですね。自分を責めたりですね、してしまう。そこはもうどうしようもないところはありますよね。自分はダメだとかですね、思ってしまう時期っていうのはどうしてもある。いろんなですね、ところでですね。なので、時々で構わないので、もう思いっきり自分自身を甘やかす日っていうのを作っていいのではないかなと思いますね。それでは、レノルマンカードですね。こちらが花束です。進みは順調です。できるだけにこやかに過ごしましょうということですね。これも本当にオラクルカードとかタロットカードさんと被る部分ではありますね。あなたの進み、ちゃんと順調になってます。でですね、できるだけにこやかに過ごしましょうっていうのは、そうですね、他者に対してにこやかに過ごせっていうことではなくって、自分自身のためににこやかに過ごすっていうことが時に大事かなとは思います。笑顔でですね、嘘でも笑顔を作ると、それだけで感情がですね、変わるって言われるんですよね。どんなに落ち込んでいても、笑顔の顔を作ると、自然と心がですね、表情に合わせて変わるっていう話を聞いたことがあるんですね。ちょっとソースが今思い浮かばないんですけど、確か何かしらの科学者の方の実験だったと思うんですけど、すごくいい加減なことを言ってしまったら申し訳ないんですけど、ただそういう感じでですね、やっぱり自分の表情っていうのがずっと暗いままだと、そこに引きずられてしまうっていうのはあると思うので、自分のために笑顔を作るっていうことは忘れないでいてほしいなと思いますね。別に他人のために笑うことは必要ないと思います。笑顔を浮かべる。やっぱりいつも笑っているって辛い時もありますからね。時に自分のためにできるだけで構わないので、にこやかに過ごすことで、心の安定にもつながってくるのかなと思いますね。そうですね。現在がとにかく疲れてらっしゃるっていうことで、それが心配ではあるんですけれども、これからですね、あなた自身のそのいろんな問題もちゃんと解決していきますし、で、あなたの始まりが今からまたあるっていうことなので、今後にですね、自分が脱皮して新たな自分になるっていうことでですね、変わっていけるっていう風にですね、思っていただくといいと思います。そして、できればやっぱり今休んでほしいですね。休めるなら休んでください。そしてこれからの新たな人生っていうのをですね、楽しんでいってほしいなと思いますね。では、よろしければこちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。